です。こんにちは、ポテトです。今日もデータバズやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、徹底的にダッシュ測定やっていきたいなと思います。ということでですね、今回はダッシュスピード数値ですね、ここをねしっかりとやっていきたいなと思います。以前ねこの26になったタイミングで105とか、ざっくりなんですけど検証はしてきたんですけども、今回はねびっちりやってきましたので、実際どれぐらい変わっていくのかみたいなのがね見えてきたんで、これまた面白いんでね、ぜひ見ていってください。で、今回なぜこれをやろうかってとこなんですけど、いろいろ検証にもつながっていくかなと思うんですが、一番はですねスーパーサブ検証やりたいんですね。スーパーサブ検証につなげていきたいので、今回はこのダッシュ測定をやっていきたいなと思います。このスーパーサブ検証もあと明日明後日ぐらいには出せると思いますので、ぜひですね皆さんハイプをですねちょっと貯めていただいて、スーパーサブの時にぜひね3つとも1人3回できますか、3つとも全部パしてくれたらすごく嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。検証法ですね。検証法今までと同じような形になっていきます。ピッチのね一番端っこまで走っていって、そこからね iPad に動きを記憶させた状態で走ってダッシュしていきます。ペナルティエリアのスピードをね測っていく、そんな形です。1秒間60コマとなっていますよということ、調子普通で固定してますよというところですね。ペナルティエリアに矢印の先っぽが入った瞬間、これをね0秒として、反対側のラインに矢印が触れた瞬間ですね、ここをゴールドというような形でやっていきます。この辺りねドリブル測定と若干違いますから、そこだけ注意しておいてください。今回使っていく選手なんですけども3人います。75から85、ここ冨安選手、85から95、これ伊東純也選手、95から105、ここベイル選手というような形でですね検証をしてきましたよということで、一気に見ていきましょう。まずは冨安選手からね75からやっていきましたよというところです。ここはですね、皆さん結果早く知りたい人はもうぜひ飛ばしていただいて大丈夫です。今物好きのための時間になっております。ちなみに前作で言うとですね、99の時の記録、101の記録かなが4秒33コマだったんですね。これがどの段階で出てくるのかみたいなところにもなってくるんですけどね。でも80代まで行ってなかったら結構遅いよねみたいな感覚にはなってるかなと思いますけども、でも4秒42コマって結構早いんですよね。前作で考えると結構早いんですけど、まだ80代なんだよな。80前半とかなんだよね。なのでだいぶ早くはなってんですね、やっぱ今作ではね。前回の検証でもね8コマぐらい早くなってんのかなみたいな感じにはなってたかなと思うんですけど、84、83？ 84の段階で4秒の37コマですもんね。結構早いよね。多分前作で言うと90ちょいとかなんじゃないかな、これ。35コマ。めっちゃ早いですね。86の段階、伊東純也選手ですけども、35コマ、87。皆さんにはね、1本ずつ見てもらってますけども、実際検証ではね、複数本測ってきたところで、1本ずつ見せてるって感じですね。31コマ。もうこの時点で前作の101超えてますね。めちゃめちゃ速くなってますね。で、ここから90ですけども、これ4秒30コマまで来ましたよというところです。90超えたあたりからかな、なんか伸びがここまでよりそんなですね。4秒28コマ、93で4秒28コマまで来ました。95まで上がりましたね。95だとだいぶ早いイメージはありますけど、ここからベイルですね。4秒28コマ。96で27。でもそんな変わってないですね。この辺は変わってなさそう。97で速くなったかな。4秒26コマまで速くなっていきました。98で26だと変わんないですね。99、25コマ速くなっていきました。100、25コマ。前作は101が一番速かったですが、101だと23コマまで出ましたね。この後は102、24コマ、103も23コマ。なんかこの辺は最高速そんな変わんなそうな雰囲気ですかね。104、23コマ。最後105ですね。
はい、4秒23コマという形になりましたね。はいはいはい。だいぶでも早くはなりましたね。はい、ということでね、お疲れ様でした。ということで、ここまでね、見ていただいた方は素晴らしい、すごく物好きかなと思うんですけども、グラフにしてきたんで、見ていきましょう。こうなりました。はい、というところで、見方だけ見ていきます。これね、4秒何コマかというような図になってます。これは時間ですね。で、ここが、この青いのが実際に記録したタイムになってますよというところ。で、ここはスピード数値ですね。今回はスピードと瞬発一緒に上げてるんで、どっちも同じにはなってるんですが、こんな形になってます。で、こう見ていくとですね、この辺り、75から始めたこの辺りは順当に上がっていったのかなというところですね。で、85までで、最高で言うと36コマ、35コマまで上がったのか。最初が50コマとかだったんで、15コマぐらい上がってるんですね、この10の間に。おー、めっちゃ速くなってますね。で、85から、95、伊東純也選手のところですけども、ここで言うと、95だと、10コマぐらいか。だからそうですね、伸び率が若干減ってきてますね。で、95から105とかで言うと、27から、105が23ですから、4コマとか速くなってるという形ですね。確かにだいぶ伸び率っていうのはどんどん減っていってるというのが分かりますね。細かく見ていくとですね、90近く89までかな。89まではね、順当に上がってはいってるのかなというところですね。細かいとこ見るとね、ここでね、81から82でぐっと上がってんのかなとか、87から88とかぐっと上がってんのかなって気もしますけども、この辺は誤差なのかもしんないな。全部これ正解ではないですかね。1コマから2コマ前後のブレはあると考えてもらっていいと思うんで、その上で見ていくとですね、89を超えたあたりからですかね、だんだん伸びっていうのが段階的になっていくというようなことが見てわかるかなと思います。特に94、93からか、93から96っていうのはそんな変わんないっていうのがわかりますね。数値的なインパクトの違いだいぶありますけど、もちろんね、スタミナのことを考えたりしたら全然高い方がいいんですけど、考え方によっては93まで上げちゃった選手は97まで上げないと使用感的にはそんな変わんないっていうね、考え方もできたりするっていう感じなんですよね。これ面白くないですか、こういうの。それはね、こういったところでももちろん言えるんですけどね。あとは最高速は101に上げた後はもう105まで上げても変わらないという形になりましたね。一応でも99以上っていうのは若干存在はしてそうな感じはありましたね。ただスタミナのこと考えたら105の選手はスタミナでめちゃめちゃ減ったとしても10ちょっととかまでしか減らないんで、この辺ぐらいまでしか減らないって考えたらだいぶ早いよね。90後半とかとあんま変わんないってことだもんね。なのでこの辺はそうですね、タレントポイントの振り方とかね、若干この辺は参考にしてもらえると良いのかなと思いました。89とか90ぐらいにはどうだろうな、乗っけたいなって感覚かもしれないですかね。この辺はやっぱちょっと目安になってくるのかなとはちょっと思いましたね。で、これだけ見ても結構おもろくないですか？ちなみになんですけど、前作のグラフとちょっと並べて重ねてみました。こうなりました。はい、こちらですね。このオレンジが前作のダッシュ測定の記録ですね。めちゃめちゃ違うだいぶ違いますね。でも上になるにつれてだんだん大きくなってるような感じですね。最高速がどんどん広がっていってるようなそんな感じなんですね。ただ前作と同じように101が最高速とか、この辺のこの90までは割と順当に上がっていってみたいな、この辺は割と同じなのかもしれないですね。上がり方っていうのは割と似てるのかもしれません。ただこれだけ差があればそりゃそうかって感じだね。前作で言うとこの101のこの4秒33コマ、この記録はですね87の段階で出てますからねそうか、そんな違うのか。我々が今使ってる87の選手は前作の101と変わらないスピードっていうねことを考えるとだいぶ違いますね全体的にだから上がってるのは分かりますね、この辺からね。はい、ということで今日はね結論とか特にないんですが、ちょっとねざっと情報量も多かったんで、一つ覚えておくポイントみたいなとこだけ言っておくと、90近くまでは順当に上がってくるので、1でも高い方が多分速くなっていくよ。90以上からは段階的に速くなっていくんで、育成には若干注意というかね、必要ですよというところは考えておくというかな。特に93から96とかね、この間とかはそんなに使用感は変わらないかもしれないなと。スタミナのもちろん関係はあるけども、スピードが93の選手でもうちょっとスピード感欲しいなって思って育成を変えたとしたら、96とかに変えてもそんなに変わんない。97とかまで上げないと使用感自体はそんなに変わんないかもしれないなとか、そういったところはね押さえておくと良いかなと思います。
ます。あとは最高速は101ですよと、イーフト上の最高速は101ですよということは押さえておいてください。この辺りかな。この辺り覚えておけばとりあえずはいいんじゃないかなと思います。細かいところね、気になった人はね、こうやってこの表をね、見ていただければわかるかなと思いますので、じっくり止めながらね、見ていただけたらなと思います。はい、というところでいかがだったでしょうか。今回ね、こういうのって結構さなんか派手なのかどうか微妙だけど、なんかでも面白いね。こうやって図で目で見てわかるような形にすると面白い感じしませんかね。はい、僕は結構好きなんですけどね。ポテラも好きであると信じていますはい、というところでなので、今回最初に言った通りですね、この検証をやったのはスーパーサブをやるための検証でもありますから、こっからですね、じゃあこの状態で数字が分かったんで、スーパーサブついたらどれぐらい速くなるのか、これがね分かればいいかなと思います。ちなみに前作で言うとね、スーパーサブで足は速くならなかったんですが、今作は変わってくれてんじゃないかな、そんな気がしてるんで、期待して待っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はねダッシュについてやってきました。結構めんどくさいことやってるでしょうこの検証もね結構時間かけててるんですけど、動画どれぐらいになってるんだろう、無駄に長くなってるかもしれませんが、飛ばしながら見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったな、そして今後ねスーパーサブ気になるなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ハイプしたい方ですね、スーパーサブの検証の時に残しておいていただけると嬉しいですということで、よろしくお願いいたしますということで、今日の動画これで終わりたいなと思います。また違う動画でお会いしましょう。バイバイ。